今日は肉巻きキャベツを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は肉巻きキャベツを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、手軽な食材で簡単に作れる肉巻きキャベツを作っていきます。そしてこの肉巻きキャベツにネギだれをかけて仕上げていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにネギだれの材料からご紹介します。材料はこちらです。長ネギ、ニンニク、生姜、小ネギ、お醤油、お酢、お砂糖、白ごま、ごま油。こちらの材料でタレを作っていきます。まずニンニクと生姜なんですが、今回は生のものを使用していきます。生のものを使用していただくと香り高くてとても美味しい仕上がりになります。もしない場合はチューブタイプのおろし生姜、そしておろしニンニクでも OK です。その場合はだいたい小さじ3分の1から小さじ2分の1ずつ入れてみてください。それでは続いてキャベツ肉巻きの材料をご紹介します。材料はこちらです。豚バラのスライス肉、キャベツ、料理酒、塩コショウ、薄力粉、そして焼く時にサラダ油を使っていきます。まずお肉はですね、今回豚バラの薄切り肉を使います。こちらはお好みで他の部位を使っていただいても OK です。ただ必ず薄切りタイプのものを使用するようにしてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにネギだれから作っていきます。こちら長ネギをみじん切りにしてください。やり方はね、やりやすい方法で OK です。このようにね、縦に切れ込みを入れていただくと簡単にね、みじん切りにすることができます。こんな感じにしてから切っていきます。はい、長ネギはこれで OK です。そして切り終わったものからボウルの中に入れていきましょう。はい、それでは続いて生姜です。生姜はね、まず皮を剥きます。皮付きがお好きな方はね、皮付きのままでも OK です。はい、そして生姜も同じようにみじん切りにしていきます。はい、生姜はこのようにみじん切りにしてください。こちらの生姜もですね、切り終わったらボウルの中に入れてください。それでは続いてニンニクです。ニンニクはまず半分に切って、そしてニンニクの芽を取り除いてください。こちらはえぐみの原因になりますので、必ず取り除くようにしてください。そしてニンニクも同じようにみじん切りにしていきます。はい、ニンニクはこれで OK です。こちらもボウルに入れましょう。それでは続いて小ネギです。小ネギはまず根元を切り落としてください。そして半分に切って、あとはね、切り口を揃えて輪切りにしていきます。はい、小ネギはこれで OK です。こちらもボウルに入れましょう。それではここに調味料を合わせていきます。まずここにお醤油、そしてお酢、お砂糖、ごま油、そして白ごまです。こちらをよく混ぜましょう。はい、OK です。これでネギだれの完成です。このままお野菜となじませておいてください。それでは続いて肉巻きを作っていきます。まずですね、こちらのキャベツですね。こちらね、まず根元のね、このくっついてる部分に切れ込みを入れます。そして剥がします。このように1枚ずつ剥がして今回は使っていきます。あとはね、残りも同じように剥がして使います。そうしましたらこちらの芯の部分を切り落としていきます。あとはね、こちら1枚ずつキャベツを剥がしてください。はい、OK です。そしたらですね、こちらのキャベツを一度水洗いしてください。はい、OK です。このように水洗いします。そうしましたらこちらのキャベツをですね、一度電子レンジで加熱していきます。加熱するときは必ず耐熱のボウルなどに入れて加熱してください。一度にね、加熱しきれないときは2回に分けて加熱しましょう。はい、このように入れたら上にね、ふんわりラップをかぶせます。はい、OK です。それではこちらを電子レンジ 600W で5分加熱します。は
はい、5分加熱しました。そしたらね、ラップを外してください。やけどしないようにね、注意しましょう。そうするとこのようにキャベツに火が通った状態になってます。加熱時間に関しましては、お使いのレンジでもね、適正な加熱時間が変わる場合がありますので、キャベツが柔らかくなるまで加熱してみてください。続いてこのキャベツの芯ですね、この部分をこの葉の厚みに合わせて切っていきます。この時ね、まだキャベツがちょっと熱いので、粗熱を取ってからやっていただいて大丈夫です。やけどしないようにだけ注意してください。そしたら包丁でね、切れ込みを入れて、このボコッと出てる部分ですね、ここを切り落とすイメージですね。こんな感じで切っていきましょう。この時も手を怪我しないように注意してください。ちょっとね、今穴が開いちゃいましたが、このようにね、芯を削ぎ取ってください。それでは残りも同じように芯を削ぎ取っていきます。こういった半分になってるものはもう切り落としちゃっても大丈夫です。はい、このようにキャベツの芯がしっかり残っているものは削ぎ取ってください。このね、削ぎ取った芯の部分なんですが、こちらはね、薄切りにして使っていきたいと思います。はい、芯の部分はこれで OK です。そしたら一度ね、しっかりと水分を拭き取ってください。ぎゅーっとね、絞っていただいて大丈夫です。はい、キャベツの芯はこれで OK です。それでは続いてキャベツをくるくる巻いていきます。今回キャベツをお肉で巻いていくんですが、キャベツ自体もくるくる巻いていきたいと思います。最初にですね、水分を拭き取ります。しっかりね、両面拭き取ってください。そしてだいたいね、幅が 4、5センチぐらいになるように横の刃を折りたたみます。はい、こんな感じです。このように折りたたんだら、あとは手前からくるくるきつめに巻いていきます。このように巻いてください。こんな感じです。それではね、残りも同じように巻いていきます。内側の刃に関しましては、このように小さかったりするので、その場合はこんな感じで2枚重ねて、そしてちょっと両端を折り込んで、そして手前からくるくる巻きます。はい、 OK です。刃が小さいものに関しましては 2、3 枚重ねてこのように巻いてみてください。では残りも同じように巻いていきます。はい、まずですね、キャベツを6ロール作りました。まだね、ちっちゃいキャベツがこんな感じで残ってますので、こちらはまた別で肉巻きのやり方をご説明していきます。あとね、こっちの芯の部分も後ほどやっていきます。ではね、先ほど巻いたキャベツを用意してください。お肉を巻いていきます。で、まずね、お肉を用意してください。このように広げて、最初に塩コショウで下味をつけます。そして薄力粉を軽くまぶしてください。そうするとね、キャベツの密着が良くなります。そしたらですね、ちょっと長いのでね、こんな感じで広げていただいて、キャベツの巻き終わりを下にして、これをお肉で留めるイメージでくるくる巻いていきます。お肉はね、きつめに巻きましょう。少しね、テンションをかけながら巻いていきます。はい、 OK です。そして巻き終わりはね、必ず下に置いておいておきましょう。それでは残りも同じように巻いていきます。もしね、お肉が大きすぎる時は半分に切ってやっていただいても大丈夫です。はい、ロールしたキャベツはこのようにお肉を巻いてください。そしたらね、こちら余った小さいキャベツですね、こちらを包んでいきます。これはね、ミニサイズで包んでいきたいと思います。まずこちらもね、同じように塩コショウを振ります。そして適当にキャベツを取っていただいて、クシュクシュっとちょっと置きます。あとはこれをね、くるくるくるっと巻いていきましょう。はい、これで OK です。余ったものに関しましてはこのようにお肉で巻いてください。それでは続いてですね、こちら芯の部分ですね、これも同じようにまず塩コショウを振って、そして薄力粉です。ここに同じようにこのように手前に置いて、そしてくるくる巻いていきます。はい、こんな感じです。小さくてね、ロールできなかったキャベツや、あとは芯の部分はこのように巻いてみてください。はい、全部巻き終わりました。そしたらね、上から薄力粉をまぶしてください。はい、でくるっと裏返して裏面にも薄力粉をまぶします。はい、 OK です。それでは今から焼いていきたいと思います。それではフライパンで焼いていきます。まずフライパンに薄くサラダ油を敷いてください。豚肉からもね、油が出てくるので本当に薄くで OK です。全体に広げます。そしたら火にかけます。火加減中火です。このままだいたい30秒ほど一度温めてください。
30秒温めました。そしたら一度火を止めます。そしてこのお肉の巻き終わりを下にして並べていきましょう。はい、このように並べます。そしたら火にかけてください。火加減弱めの中火ぐらいです。このように火にかけてじゅわじゅわじゅわっと音がしたら、ここに料理酒をかけて蒸し焼きしていきます。パーッと全体にかけて、そして蓋をします。蓋をしたら火加減は弱火にしてください。このまま3分から4分ほど蒸し焼きしていきます。はい、今ね4分蒸し焼きしました。蓋を開けます。そしたらですね、裏返してください。ほんの少し焼き色がついてたりついてなかったりしてる状態ですね。このように裏返したらもう一度蓋をして、同じように弱火で3分から4分ほど蒸し焼きしていきます。はい、今ね3分経ちました。そしたら蓋を開けます。はい、今このような状態です。最後はですね、火加減を中火にして、ちょっとね水分が出てきてるので、焼き色をつけながら水分を飛ばしていきます。その時はコロコロね転がしながら焼いていきましょう。ただあんまりやりすぎると崩れてしまう時もありますので注意してください。はい、でこのようにね水分も飛んで焼き色がついてきました。大小あるので焼き色がついたものから取り出してください。はい、全部焼き終わりました。このように美味しそうに焼き色がついてます。それでは最後タレをかけて仕上げたいと思います。はい、これで肉巻きキャベツの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後はですね、作っておいたネギダレをたっぷりかけて召し上がってください。お肉もジューシーで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。もうキャベツがシャキシャキですごく美味しいです。そしてこのネギダレと相性抜群です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の肉巻きキャベツのポイントです。まずキャベツに関してなんですが、芯の部分に切れ込みを入れて1枚ずつ剥がしてください。そしてその後レンジで加熱するんですが、キャベツが柔らかくなるまで加熱してください。もしレンジを使いたくない場合はお湯で茹でていただいても大丈夫です。そしてその後ですね、キャベツをくるくるきつめに巻くんですが、巻くときは芯の部分を切り落として巻くようにしてください。そうすると巻きやすくなります。今回は葉っぱの厚みに合わせてそぎ取ったんですけれども、包丁で芯の部分を丸ごと取っていただいても OK です。そして芯の部分を取り終わったら水分をしっかり拭き取って、あとはね幅が 4,5 センチぐらいになるように両端を折りたたんで、手前からきつめにくるくる巻いてください。巻き終わった後もちょっと水っぽいなと思ったらキッチンペーパーでね水分を拭き取ってみてください。そして小さい葉の部分に関しましては 2,3 枚重ねて巻いていただくといいかなと思います。2,3 枚重ねて巻くのも難しい場合は小さく束ねて、そしてお肉で巻いていただくといいかなと思います。あとは芯の部分に関しましても薄くスライスして、スライスした部分をくるくる巻いていただいても OK です。芯の部分もぜひ活用してみてください。そして巻く時のポイントです。巻く時は豚肉に薄く薄力粉をまぶして、そして手前からくるくるきつめに巻くようにしてください。薄力粉を少しまぶしていただくことでキャベツとの密着が良くなります。そして焼く時のポイントです。焼く時はまずしっかりお肉に火が通るように蒸し焼きしてください。そして蒸し焼きが終わった後は少し水分が出てくると思いますので、その水分を飛ばしながら軽く焼き色をつけるイメージで焼いてください。あとは特製のネギダレをかけて召し上がっていただけたらと思います。使うキャベツとお肉の量なんですが、今回ねキャベツ1/2分の1個弱ぐらいですね、そのぐらいの量を使ってます。こちらのね量に関しましてはお肉の量に合わせて作ってみてください。もしねキャベツが余った時はネギダレをかけてキャベツだけ召し上がっていただいても美味しいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は肉巻きキャベツを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。